こんにちは。今回はコンビ式で編むメリヤス編み編み方を紹介します。こちらが裏側になります。そしてこちらがメリヤス編みの表側です。今回は10目の作り目で編みますので、40センチほどの毛糸を取ってそこに輪を作ります。輪の中の糸に棒針を入れて糸を引き締めます。ここから作り目を始めます。このようにかけて親指側の手前の糸を拾い、人差し指側の糸を引き抜いて糸を絞って、こういう作り目です。親指側の糸を拾い、人差し指側の糸を引き出してきて糸を絞ります。この作り方で全部で10目の作り目を作ります。10目の作り目ができました。作り目のこちら側は表目になります。これが1段目です。そして裏返すと裏目が並んでいます。これが裏側になります。糸端を左側に回して糸玉につながる糸を上に上げます。このように糸玉につながる糸は上に上げて指に糸をかけます。指に糸をこのようにかけて左手で針を持ちます。糸端は下に引いてください。左手の中指と親指で左の針を持ち、親指と中指で針を支えます。最初は編みづらいですから注意して編んでいきます。右針を右から左手前にこのように入れます。右から左手前に右針を入れて、ここに糸をかけていきます。糸をピンとして針の下から右に糸を引き出します。これがコンビ式の裏編みの編み方です。一目を外して、これで一目の裏編みができました。次も同じように右針を右から左へこのように針を入れます。右から左手前に針を入れ、糸を下から右に引き出して裏編みを一目編みました。フランス式と違ってコンビ式の裏編みは楽に編めると思います。右から左へ針を入れ、糸を下から右に引き出すコンビ式の裏編みの編み方です。その時、左手の中指で目を押さえ、右手も人差し指でそれぞれの目を押さえて裏編みを編むと目がずれずに糸が引き出しやすくなります。このように右と左の目を指で押さえてから針を下から右に引き出すと安定した裏編みができます。それぞれの指で押さえて糸は下から右に引き出して裏編みを編みます。
慣れてくると意識しないで糸も押さえないでもスムーズに編めるようになりますが、慣れないうちは左右の糸を押さえて編むと編みやすいです。これで2段目の裏編みができました。作り目が1段目になりますから、裏から編むのが2段目になります。編み地を裏返して、こちらが表側です。表目は表目が並んでいます。これが表目です。こちらは裏目で裏編みの目が並んでいます。次は3段目の表編みを編みます。指に糸をかけて、表編みは糸は針の向こう側にします。裏編みは手前に糸を回しましたが、表編みは向こう側です。そして右針は右から左向こう側に入れて、最初の1目は滑り目として右針に移します。次から表編みを編みます。右から左向こうに針を入れ、それぞれの目を押さえます。左手は親指で押さえるのがいいと思います、最初は。そしてこのように針を入れて、糸を針の下に中指でこのようにかけると、しっかりと糸が絡まりますので、そのまま手前に引き出します。これが表編みです。右手で目を押さえて、針を右から左向こうに入れます。表目の正面から針を入れて、左向こう側に糸を出します。そしてその時に親指は針を押さえますが、左手の中指は糸をこのように少し糸を押し出して右針にかかりやすくします。表編みを編んでいきます。指でしっかりと針を押さえ、右側の目も人差し指で押さえて、糸を中指で少し押さえながら手前に引き出すと編みやすいです。次も同じように針を右から左向こうに入れて、糸を中指で押さえながら手前に引き出していきます。これを続けて編みます。慣れてくると中指で糸を押さえるのが自然になりますが、慣れないうちは意識して中指で糸を押さえると糸が外れずに表編みができます。ここで最後の表編みです。表編みはこのような形になります。メリヤス編みの3段目ができて、裏を返して次の裏側は4段目になります。裏編みは糸は針の手前にあります。右針を右から左手前に入れて、ここも滑り目をします。編まずに右針に移します。次の目から裏編みを編みます。
右針の糸を押さえながら右から左手前に針を入れます。糸は針の下から右向こうに引き出して裏編みを編みます。次も糸を押さえながら針の下から右に引き出して裏編みを編んでいきます。この時も中指で向こう側の糸を押さえ、人差し指で手前の針の糸を押さえながら裏編みを編むと糸が外れずに編みやすいと思います。それぞれの糸を押さえてから裏編みを編みます。これで4段目ができました。この編み方を繰り返します。コンビ式のメリヤス編みは裏編みが簡単です。そして最初の目を滑り目にしたのはこの端の目をきれいにするために最初の1目は滑り目にして編まずにこのような形を作ります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。